こんにちは、健康オタクの晴れとけです。今回は最近買った備蓄品を紹介しながら、備蓄のコツやマイルールをご紹介します。私は2020年に備蓄を始めて3年以上経過しました。いろいろ試行錯誤しながら、やっと最近自分に合う備蓄の仕方や考え方が身についてきたなと思っています。1、備蓄食品とローリングストックは別物と考える。一般的に備蓄をするなら、普段食べている食品を消費しながら買い足しながら備蓄するローリングストックが推奨されています。でも私はローリングストックする食品と備蓄食品はそれぞれ分けて別物と考えることにしています。どういう基準で分けているかというと、賞味期限を目安にしています。備蓄品を買おうと思った時に、期限が1年未満の食品は買わないように意識してます。期限が1年未満のものは今ローリングストックしている食品、もしくはこれからローリングストックしたい食品に限定しています。保管場所も明確に分けています。備蓄品は備蓄品置き場で賞味期限別の収納ボックスの中、ローリングストックはキッチンで保管しています。実はこれ期限が半年以上余裕で過ぎてるけど美味しく食べてます。もちろん自己責任ですが。このお豆腐は賞味期限が半年前後なんで、マイルールではローリングストックしている食品というカテゴリーです。最後の1箱を開けたら2箱セットを買ってローリングストックしてます。以前は何も考えずに1年近くも備蓄できるからと、いろんな食品をあれもこれも少しずつ買っていた時期がありました。でも実際に食べるものってやっぱり決まってくるんで、賞味期限が近づいてからもしくは過ぎてから、これも食べなあかんしあれも食べなあかんしって困ることが何回もありました。備蓄食品の期限が1年未満ってちゃんと几帳面に管理してないと結構すぐに過ぎてしまいます。その点ローリングストックなら食べながら買い足すんで、とても管理がしやすいです。期限がだいぶ切れて慌てるということが少なくなったし、自然と備蓄品の送料も減って管理がしやすくなりました。2、賞味期限で収納を分ける。長期備蓄目的で買った天然醸造のお醤油です。まろやかで美味しいです。備蓄食品は種類別ではなく賞味期限別で収納しています。期限が今年中、来年、再来年、それ以外の4パターンに分けています。それ以外というのは缶詰、お米やパスタ、粉物や調味料、自家製瓶詰なども含み、これらは種類別に保管しています。あと一時保管ボックスというのもあって、めんどくさいんで買った備蓄品はとりあえず一時保管ボックスに入れて、溜まってきたら賞味期限別の箱に入れていきます。備蓄は収納や管理をできるだけ簡単にすることが大事です。そのためには賞味期限別に収納するのが最善の方法です。難しく考えずに1年以上賞味期限がある備蓄品を買ったら、期限別の収納ボックスにポンと入れておけばなんとかなります。この日賀さんの乾燥野菜シリーズは有名ですよね。乾燥野菜を常温で大量に長期間備蓄できます。このシリーズは他にも備蓄してますが、まだ開けたことはありません。備蓄でなく普段使いする人も多く、口コミがすごくいいです。冷暗所で保管し、開封後も冷蔵庫に入れる必要はありません。このフラクトオリゴ糖は果物や野菜に含まれていて、砂糖に近い甘みが特徴です。胃で分解されずそのまま大腸まで届いて善玉菌の餌になります。だから血糖値はほとんど上昇しません。しかもダイエットで注目されている短鎖脂肪酸も増やしてくれます。それに低カロリーで酸や熱に強く、砂糖の代わりにいろんな料理に使えるし、ヨーグルトにかければ効率的に善玉菌を増やすことができます。3、3年以上放置できる長期の備蓄品は別場所で保管。塩や砂糖、粒胡椒、パスタ、蜂蜜、缶に詰めた玄米など3年以上そのまんま備蓄する予定の食品は1年に1回程度ちらっと様子を見るくらいでほったらかしにするんで、他の備蓄品と分けて別の場所に保管してます。長期で保管するものはある程度高くても健康的で美味しいもの、例えば缶詰なら伊藤食品の愛子ちゃんシリーズ、蜂蜜ならアイハーブの生蜂蜜など、できるだけ良いものを買うようにしてます。賞味期限が3年未満の備蓄品と3年以上の備蓄品の保管場所を分けることで管理がとてもしやすくなりました。3年以上備蓄できる食品は置き場所と賞味期限は把握してますが、普段は見もしない収納の奥の方でほったらかしにしてます。
人気の愛子ちゃんシリーズは公式サイトのセールの時に買い足してました。でも物価高騰が続いているんで缶詰系は一旦買うのはやめようかなと思ってます。1年くらいは買い足すかどうか様子を見る予定です。4. 偶数月の決まった日に消費する備蓄食品を選ぶ。備蓄食品を食べずに捨てることのないよう作ったのがこのルールです。適当でも定期的に備蓄品のチェックをしないと絶対に存在を忘れる食品が出てくるだろうなと思いました。私は2ヶ月に1回ですが、せめて半年に1回でも備蓄品をチェックできるならそれでいいと思います。そのためには自分のキャパシティを超えて備蓄しすぎないことが大事です。これは大人気の天日塩です。フランスのブルターニュ地方にあるゲランドの塩田で自然に作られた貴重なお塩です。まろやかな甘みを感じます。海外のプレッパーさんのように広い地下室にずらーっと備蓄品を並べている場合はともかく、私のように部屋の一角やクローゼット、物置などいろんな場所に所狭しと備蓄している場合は備蓄品を管理できる環境を整えましょう。2ヶ月に1回備蓄品をチェックしながらどれ食べようかなって選ぶのも結構楽しいです。5. 賞味期限をできるだけ伸ばす工夫をする。賞味期限を伸ばす方法があるなら絶対に伸ばした方がいいですよね。長く備蓄できれば管理もより簡単になるし、収納や金銭面でも余裕ができます。お米は白米ではなく玄米を購入して自家製の柿渋米袋か真空パック機で脱気したり缶に詰めたりして賞味期限よりさらに1年2年と長く備蓄できるように工夫しています。くるみは美容と健康のためにヨーグルトやオートミールに入れてよく食べます。これは北海道産の黒豆です。国産でこの価格はお得だと思います。保温調理ができるシャトルシェフで結構簡単に黒豆を炊いてます。お米の備蓄は柿渋米袋がおすすめです。私は手作りしてますが市販品ももちろんあります。以前はずっと売り切れで高額転売されるくらい人気がありましたが、今は普通に買える状態になってよかったです。繰り返し使えるんで便利です。これは毎日のように食べている国内産の黒米です。薬膳料理に使われるほど栄養満点でもちもちして美味しいし、紫色がとても綺麗なご飯になります。最近は備蓄食品を買ったらできるだけ長期で備蓄できるように真空パックするかアルミの保存袋に入れる場合が多いです。最初に手間をかけて長期で保管できるようにしておくと出費も減るし期限をチェックする手間も少なく、後々すごく楽になります。自分で備蓄食品の保管期間を長く伸ばせる手段を持っているととても重宝しますよ。これは国内産のもち麦です。ダイエット目的で食べ始めたけど今はただ美味しいから食べてます。後ほどいつも食べている紫色の土鍋ご飯をご紹介します。もち麦、黒米は備蓄済みの分と合わせて2年分くらいあるので玄米以外の穀物は当分買わなくていいかなと思っています。6. 期限が過ぎてしまっても食べれそうなら食べる。私は備蓄品の賞味期限が少々過ぎてもだいたい食べてます。もちろん開けてみて匂いを嗅いだりチェックはしますが、最初にご紹介した常温保存できるお豆腐もだいぶ期限は過ぎたけど美味しく食べています。なんなら賞味期限が過ぎるのを待って箱を開けて食べ始めたぐらいです。その食品がなぜ長期保存できるのか、どうやって作っているのか知った上で備蓄目的で購入しているからです。ちなみにその豆腐は充填豆腐といい、こんな作り方をしています。賞味期限は美味しさや品質が保たれる期限なんで、過ぎても自己判断で食べることができます。例えば缶ジュースやスナック菓子など比較的傷みにくい食品に表示されるのが賞味期限です。消費期限は急速に劣化する食品に表示され安全に食べられる期限です。だから過ぎてしまったら食中毒のリスクが高まります。例えばコンビニのお弁当やサンドイッチなど日持ちしないものに表示されます。だから長く保管できる備蓄食品には賞味期限が表示されています。長期で備蓄できるように脱気したりアルミ袋で包装している食品は賞味期限が多少過ぎても私は美味しく食べています。
もちろん自己責任ですが、この有名な富士酢はまろやかでとても美味しくて、料理の隠し味に使うと甘みとコクが増すのでお気に入りです。これも美味しくて有名な三河みりんです。長期で備蓄するのが目的なら、みりん風調味料やペットボトルで販売している本みりんは買いません。原材料にもち米、米麹、焼酎のみを使った瓶で販売しているみりんを常備しています。加熱殺菌処理をしないので、米麹が瓶の中でも働いています。だからふっくらとした甘みとコクがあります。この三河みりんは昔検証で当てたことがあります。みりんを変えただけで料理がこんなに美味しくなるんかとびっくりしてから切らしたことはありません。もちろん値段が高いのでスーパーの安めの本みりんを料理に使うこともあります。でも備蓄をするならこの三河みりんがおすすめです。2020年4月頃、初めてお家での自粛生活を経験し、海外の状況、特にアメリカの経済状況などを知る中で、プレッパーさんの存在を知りました。そこから備蓄動画を見始めて、私も備蓄するようになりました。当時はプレッパーさんの動画を見ることが多かったんですが、今はパントリーや食料の瓶詰め動画を見たりしてます。興味のある方は YouTube でプレッパーとかパントリー、フードストレージで検索してみてください。規模が違う海外の備蓄の様子が面白いです。一時は備蓄が趣味だったし、その時々で備蓄する食品のブームとかもありました。反対に備蓄疲れで半年弱何にも買わない時期もありました。備蓄を休んでいた時にお金や備蓄の収納、賞味期限の問題などいろいろ整理してマイルールや私なりの備蓄のコツみたいなものがなんとなく出来上がった感じです。今では備蓄を休んでよかったなと思ってます。今回は6つに分けて備蓄のマイルール、備蓄のコツをご紹介しました。何か参考になる部分はあったでしょうか。皆さんの備蓄に対する考え方やルールなどもぜひコメントで教えてください。今回はここまで。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録いただけたら嬉しいです。コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。